ナーフィュからの伝承です。アブドゥッラー・ブン・ウマルは、カーバ神殿に入ると、入り口を背にして正面に向かって歩きました。そして、自分と正面の壁との距離が約3アーム、約 1.5 メートルほどになるところまで進んで礼拝を捧げました。彼は、ビラールから、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがここで礼拝されたと教えられた場所を意図的に選んで礼拝していたのです。彼はまた、神殿内のどの熊、炭で礼拝しても、私たちにとって差し支えはないとも言っていました。サヒーフ・アルブハーリー第506番。ハディースの解説。イブン・ウマル・アッラーが彼ら両者を喜ばれますようには、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの足跡や行動を極めて忠実にたどることで知られていました。この伝承において、イブン・ウマルの解放奴隷であったナーフィュは、イブン・ウマルがカーバ神殿に入る際、預言者が実際に礼拝された場所をいかに正確に探していたかを伝えています。彼は入り口を背にして前進し、正面の壁との距離が約3アーム、約 1.5 メートルになる地点で立ち止まりました。これは、預言者の傍らにいたビラールから教えられた、預言者が礼拝された正確な位置を再現するためでした。サヒーフ・アルブハーリーの別の伝承では、イブン・ウマルがビラールに対し、預言者が神殿内でどのように振る舞われたかを尋ねた際の詳細が記されています。ビラールはこう答えました。預言者は、左側に柱を1本、右側に1本、そして後ろ側に3本の柱が来るように立ち、当時、神殿内には計6本の柱がありました。それから礼拝を捧げられました。その後、イブン・ウマルは、神殿内のどの熊、炭で礼拝しても差し支えはないと付け加えました。これは、カーバ神殿内での礼拝の有効性において、必ずしも預言者と同じ場所でなければならないという条件はないことを意味します。しかし、同じ場所を選ぶことは、より望ましく、徳が高い、アウラーと考えられています。学術的な論点の整理。この、礼拝したというビラールの証言と、イブン・アッバースの、預言者は、神殿内でタクビール神は偉大なりと唱えることはしたが、礼拝はしなかったという別の伝承との整合性については、学者の間で次のように解釈されています。肯定は否定に優先する。実際に預言者と共に神殿内に入ったビラールの肯定的な証言は、その場にいなかった者の否定的な伝聞よりも優先されます。2度の入場の可能性。預言者は2度神殿に入場され、1度は礼拝を行い、もう1度は行わなかったという可能性もあります。ハディースから得られる益。カーバ内での礼拝の正当性。カーバ神殿の内部で礼拝を行うことはイスラーム法において認められています。マシュルーイや神殿の構造。カーバ神殿には扉があり、必要に応じて開閉が可能であることが示されています。預言者への追随、イッティバー小格好割コロンサハーバ、従友たちが、いかに細部にわたって預言者の模範を追求していたかがわかります。